こんにちは、金子です。金子時計店と敬愛ウォッチの金子ではなく、ただの時計好きの金子としてほぼ一発撮りのシリーズです。今日は先週時計を絡めて考えていたことをお話ししたいと思います。よかったらご覧ください。最近お客様からいただくご質問で、時計をたくさんお持ちでしたらオーバーホールやメンテナンスにお金がかかりませんかとか、維持が大変じゃないですかっていうご質問があるんですけども、回答はそこそこお金もかかりますし、維持が大変と思う時もあります。以前動画でお話ししましたベダーとかノモスのオーバーホールの時期が重なってまして、で同時に上がってくるとお支払いも同時になりますから、支払い自体が大変だなって思うことはあります。ただ維持費をかけて維持をしないといけないこととか、メンテナンスに出さないといけないことを大変とか、さらに言えばできるだけメンテナンスせずに使いたいなとか、安くあげたいなとか、オーバーホール出したくないなとか、そういうことを考えたことはよくよく考えるとなくて、多分それはこういう仕事をしてるからだと思うんですけども、あとは時計の修理っていうのは本当に大変で、時計師さんたち尊敬してますから、その尊敬の念を表す機会でもあると思いますし、あと技術者さんたちも仕事ですから、オーバーホール受けて売り上げが上がると喜ばれるので、私も嬉しくなるってこともあって、オーバーホール自体は喜んで出すようにしていますというか、そういう風になりました。さらに考えていくと、私も含めてですけども、時計を買う時の心理っていうのはだいたい皆さん同じだと思うんですね。欲しい時計を探して、あれもいいなこれもいいなどうしようかなって考えて、やっと手にする嬉しいワクワクって感じの心理がほとんどだと思います。で、メンテナンスとかオーバーホールってなってくると、その心理が二極化するように私には見えて、例えば時計好きの方たちのブログを拝見していたりとか、あと購入されたお客様のお話とか、あと購入検討中のお客様のお話とかを聞いていると、どちらかというとオーバーホールは必要なことで、時計も気に入ってるし大事にしてるので、定期的にオーバーホールに出したりとか、オーバーホールが必要な時期になったら喜んでお出ししますよっていう方と、あとはオーバーホール代がかかるから、買う時点でもちょっとメンテナンス代のことを考えると買えないっていう方も極端に言うといらっしゃいますし、できるだけメンテナンスとかオーバーホールに出さずにお金をかけずに使いたいのになっていう、ちょっとネガティブな感じでお出しになる方と2パターンあるようにお見受けします。どちらがいい悪いはなく、ただの価値観の違いです。で、私はどちらかというとこっちなんですけども、こちらの方のお気持ちもよくわかります。と申しますのも、やっぱり例の技術者さんもおっしゃってた通り、すごい消費社会なので、もう買い替え前提で物が作られてるってこともありますし、修理を出すぐらいだったら買い替えるっていう考えも浸透してますし、あとメーカーもそれを期待しているっていう部分もあって、こうお考えになる気持ちもよくわかります。また時計で言えばオーバーホール代で1本時計が買えるみたいなシチュエーションもありますから。さらにヨーロッパは古いものをメンテナンスしながら代々伝えていくっていう文化が浸透しているいうふうにお聞きするんですけども、日本にはほとんど根付いてないので、
そういった文化の面でもこういうお気持ちになるのはよくわかります。じゃあなんでこの2つ目のパターンの方のお気持ちもわかるのに自分自身はこっちなのかなって考えた時に、おそらく形があるものにお金を払うのが好きか、形に残るものに価値を見出すのか、形が残らないものにお金を払うのが好きでそういったものに価値を見出すのかの価値観の違いだと思いました。で、よくよく考えると私も確実にこっちのパターンで、本当はこういう商売をやっているのでこっちのパターンの方がいいんでしょうけども、正直こっちです。で、例えば美容室に行って見た目にはわからないような変化なんですけども施術してもらって、ちょっと高めの金額を払って帰ってくるとかも好きですし、あとは技術的なことにお金を払う、それこそオーバーホールとか靴の修理とかメンテナンスとかそういったものにお金を払うのも好きですし、あとは経験とか知識になることにお金を払うのも好きです。私も人並みぐらいの物欲はありますけども、でも物欲以上にこういう形に残らないものに対する欲求が多いです。で、今回の動画のタイトルにあたるんですけども、例えば30万あったらで全部使えるとしたら何に使うのかって考えた時に、私は間違いなく旅行に行きます。旅行だけじゃなくて仕事と絡めて、多分ドイツとかアメリカとかスイスとかそのどっかに行って何かしらを見て経験して帰ってくる、それにお金を払いたいと思います。こういう仕事をしているので30万あったらこの時計買おうかな、この時計にしようかな、あれもいいかなって考える方が理想的なんでしょうけども、確実にどっかに行ってお金を使ってくると思います。マーケティングの基礎的な本とか、あと基礎的なマーケティングを教えてらっしゃる方のお話とかを聞くと、私のようなものを扱う商売をしている場合、こっちのパターンの方が好ましいらしくて、じゃあもともとこっちの感覚を持っている場合は高いものを買ってみる。例えば30万あったら旅行に行くのを我慢して30万の時計をパッと買ってみるとか、そういうことをやってみましょうってよく書かれたり言われたりしているんですね。そうすることによってあなたのお店からあなたの商品を買ってくださるお客様の気持ちがより深く理解できるんですよっていうお話なので、私もこっちのパターンをちょっと減らしてこっちのパターンに寄れるように意識はしています。で、また時計を買おうかなと考えておりますけども、これは時計をまた買うための言い訳の動画ではないってことは断定しておきます。お客様からの質問からずっと妄想というか発展していって、こういう結論に至ったんですけども、この動画をご覧になっているお客様はどちらの方が多いのかなっていうのはちょっと今気になっています。なんか独り言みたいな動画になってしまいましたけども、こんなことを先週頭の中でぐるぐる考えながらきつい翻訳の仕事をしていました。また来週アップしたいと思います。ありがとうございました。